から初北海道旅行スタート。うわめっちゃ怖い。皆さんご無沙汰しております。まるちゃんです。相変わらず日々の生活が忙しくて YouTube を全く更新できていません。応援してくださっている皆様、本当にすみません。今年の7月、今まで一度も行ったことがなかった北海道へ息抜きのために1週間旅行してきました。1週間の旅行をギュッと20分に圧縮して1本の動画を作りました。よろしければ見てください。最初の目的地は札幌です。飛行機の窓からパッチワークみたいな畑に気づき、ウクライナの風景とよく似ているなぁと親近感が湧きました。北海道名物といえばジンギスカンですが、札幌の街並みを満喫してからすすきのにあるジンギスカンの有名なお店に向かいました。人気のお店だけあってすでに何組か並んでいましたが、20分ほど並んで中に入れました。お店の定番であるもも、肩ロース、羊の肉を使ったウインナーを注文しました。肉はとても美味しかったですが、味の決め手は甘みのあるタレだと感じました。羊のウインナーはとてもジューシーで味が濃くて美味しかったです。せっかく北海道に来たのに1軒だけではもったいないので、北海道名物の一つであるザンギの人気店にも足を運んでみました。普通の唐揚げの感覚で10個ぐらいと飲もうとしていましたが、とりあえず5個を頼んで正解でした。このサイズを見てください。私の手よりでかくないですか？通常の唐揚げと違っていたのはサイズだけではなく、生姜の下味ががっつりついていました。食べる前の期待が大きすぎたこともあり、感動はしませんでしたが、普通に美味しかったです。2日目は札幌でレンタカーを借りて富良野に向かいます。北海道旅行の間、この車にお世話になります。いやー、ドライバーも久しぶりやな。この1年でどれだけ私上達したか、ちょっと今回の北海道で試してみます。免許を取得してもうすぐ1年が経とうとしていますが、正直なところ車を運転する機会が数えるほどしかなく、まだまだ慣れていないので、緊張のあまりハンドルを握る手は汗でびしょびしょ。旅行が終わるまで事故をしないように安全運転を心がけます。いやめっちゃ怖い。もうハイスピードで動くのほんまに怖いな。いろいろ考えながら。あまり慣れていない高速道路を運転するのは怖かったですが、下道に降りたら道が広くてのんびりと運転できたので安心できました。やったー！富良野に無事到着。富良野はラベンダー畑が有名で、ファーム富田っていう場所に行ってきました。平日にもかかわらず観光客が非常に多かったです。もう少し観光客が少なければ心が安らぐ場所になりますね。日本各地で変わった味のソフトクリームを食べるのが好きで、今回はラベンダーの味に挑戦してみました。綺麗な色じゃないですか？さてお味は？まあまあまあ、ええんちゃう？なんか甘くてほんのりしたラベンダーの味してる。押し入れに入れるなんか
ああいうやつの味がする。ラベンダーソフトは好みが分かれると思いますが、こちらの美味しそうなメロンパンはどうでしょうか。せっかくなのでメロンパンと一緒にカットメロンも買ってみます。温かくて美味しい。まあまああれサイドやったからもしかしたら味がそんなになんかしっかりしてないから真ん中のやつ食べてみます。まあ普通って感じ。じゃあこれでフラの観光が終わったので、次の目的地帯広に向かいます。急になんか天気がこんなになった。こんな悪天候の中でまだ運転したことがなかったので緊張しましたが、それもいい経験として受け止めました。幸いにも無事に帯広までたどり着くことができました。お昼はお菓子や果物しか食べていなかったのでお腹がペコペコです。今日のディナーはがっつり食べたかったので夕食はご当地グルメである十勝の豚丼にしました。ご飯を少なめにした豚丼セットにしましたが、梅やっことお味噌汁、お漬物もついていたのでボリューム満点でした。とても美味しかったのでいつかリピートしたいです。ちょっと焦げてて、その焦げてるとこすごく美味しい。今日は帯広から根室へ向かいます。朝は天気がすごく悪くて雨とか降ってたけど、今はこんな青い空になっていいね。いやー綺麗やけどなんか見る余裕ない。お昼過ぎに根室に着き、お昼ご飯は根室のご当地グルメエスカロップにしました。エスカロップはフランス語で肉や魚の薄切りという意味があり、バターライスにポークカツを乗せてデミグラスソースをかけた料理のことです。さてエスカロップを試食してみます。普通に美味しかったのですが、兵庫県加古川市のご当地グルメカツ飯と大して変わらない気がしました。正直もっと分厚くて肉々しいとんかつを食べたかったな。根室半島に来ると北方領土は日本の領土という看板を至る所で目にします。はい、皆さん、ようやく日本最東端である納沙布岬に到着しました。で、向こうには少し見えにくいですけど、日本の領土である北方領土が広がっています。ここに立ってロシアに向けて北方領土返せと言いたいです。北方領土返せよ、北方領土返せよ、北方領土返せよ、おう、日本領土なんでしょう。北方領土返せ。日本とウクライナは遠く離れていますが、お互いに抱えている領土問題のことを考えると非常に親近感が湧きます。日本最東端の駅根室
霧の中すごいでしょ。日本の太陽は室から昇るらしい。根室は古くから北方漁業の基地として発展してきた水産都市。ここで魚料理を食べることは絶対に外せません。少し時代を感じるひなびたスナック街にポツンと佇むお寿司屋さんを発見しましたので、足を運んでみました。はい、おひょう、昆布締め、サーモン、クジラ、八角、ホタテ、キンキ、ボタンエビ、つぶ貝、ここなんね、つぶ貝、そしてサバ、そしてこれがイチコ、サトコ、上にイクラですね。はい、ありがとうございます。はい。カラバガニのうちこ。こちらです。食べてみます。全部美味しい。今日は根室から釧路へ向かうのですが、その前にまずは知床半島に立ち寄る予定です。今からマシュークへ向かっているところです。今日は本当にタイトスケジュールで、今朝根室を出発して知床半島を横切って今からマシューコとクッシャロ港へ向かっているところです。その後は今日の最終地点である釧路に向かいます。はい。日が暮れてきたのでクッシャロ湖をスキップし、今からノンストップで釧路へ向かうことにします。釧路は炉端焼き発祥の地らしいので、炉端焼きを最初に始めたお店にぜひ行ってみたいと思います。人気店のため事前予約が必須のお店なので、2週間前に予約しておきました。来てみるとお店はすでに予約で満席だったので、やはり予約しておいて正解でした。店内に入ったらタイムスリップしたかのような温かみのあるレトロな雰囲気でした。食材は地元や近隣市町村で採れたものを使っているので、北海道の食材を満喫できます。今回頼んだのはアスパラ、シイタケ、じゃがバター、ホッケ、ホタテです。値段はすべて時価のため、最後まで金額が分からずドキドキしていましたが、2人で食べて全部で8,000円前後しました。食材そのままの味と
歴史を感じさせる雰囲気を楽しむことができたのでおすすめのお店です。油が乗って美味しい。美味しかったです。周辺に行きたいお店がもう1軒あったのでそこに向かいます。こちらも50年近く歴史があるお店で、つぶやきと昔ながらの醤油ラーメンはこのお店の名物です。つぶやきを食べるのが初めてでしたので、お店の大将が食べ方を優しく教えてくれました。醤油味かわからないけど、醤油が出てる。つぶ貝を板にトントン叩くとコロリと出てきます。ビールを片手に美味しいつぶやきを完食したら、締めのラーメンをオーダーしました。ウクライナでは吸ってはダメだけど、日本だからこそなんかラーメンも美味しく食べる。チャーシューもいい釧路に来たらこのお店も絶対外せないおすすめの一軒です。ごちそうさまでした。とても美味しかったです。ありがとうございます。今日はまずえりも岬に向かいます。天気はちょっと悪いので綺麗な景色見れるかな。えりも岬に着いたら吹き飛ばされそうなくらいの強い風にびっくりしました。岩場には多くのアザラシが休んでいたのでドローンを飛ばして近くで撮影したかったのですが、恐怖のため早々に諦めることにして、展望台にある望遠鏡でアザラシを見ることにしました。少し見えにくいですが、アザラシがいることがわかりますか？欲しいな、これ全部。今日は北海道を観光できる最終日です。せっかく馬のふるさと日高にいるので、現地の馬たちと親睦を深めようと思い、サラブレッド銀座というところに来ました。ほとんどの馬たちは訪れる観光客のことなど興味がないって感じでしたが、一頭のすごく人懐っこくて可愛いお馬さんに出会いました。日高から札幌に戻る道中、二部谷愛の文化博物館を訪れました。何百年にもわたり他国に支配され、言語や文化を禁じられてきたウクライナ国民の一人として、私はアイヌの歴史に親近感を覚えました。素晴らしい文化がなくなることは非常に残念なことなので、ぜひ次世代につないでいってもらいたいです。北海道旅行の最終目的地、北海道博物館はもう見終わりました。これで明日大阪に帰るだけです。あっという間の1週間だったね。
アイヌの文化についていろいろ学ぶことができたし、いろんな北海道の美味しい料理も食べることができたのですごく楽しかったです。ほぼ1週間北海道で車を運転してきましたが、相変わらず運転に慣れておらず未熟さを痛感しました。周りの人の迷惑にならないよう今後もハンドルを握る経験を積んでいって自分の運転スキルを磨いていきたいです。最後の最後までご視聴いただきありがとうございました。去年は母国ウクライナの状況などもあり満足に動画を更新することができませんでした。2023年は私にとって人生のターニングポイントにするべくチャレンジの年にしたいと思っています。今年の夏以降になりますが本格的に YouTube を再始動することを決めましたので皆さん今しばらくお待ちください。新しく生まれ変わる私の YouTube チャンネルに乞うご期待。Do zустрічі! Па-па!